速報。山崎監督が制作するゴジラ最新作のタイトルが発表。2025年11月3日、東京ドームシティのプリズムホールセントラルパークで行われたゴジラフェスで山崎隆が監督を務めるゴジラ最新作のタイトルが発表された。あれから2年か。前回のロゴから頭吹き飛ばされてるの笑う。まあ敷島に頭吹っ飛ばされたからね。なんで生きてんのお前。祈る女の人に見えるな。例になったとはいえまだマイナスがついてるのが不穏。ゴジラ-1は戦争によって霊を振り切って人生のマイナスになった者たちがプラスに戻るためにあがき合う物語。ってコンセプトだったらしいけど新作はどうなるんだろ。なんでまだマイナスついてるんですか。初代よりも前なのに東京吹っ飛んでるから。マイナスゼロってゼロでは。極限値表現だったらマイナスサイドから近づけるという意味になるぜ。そもそもゴジラ 1.0 ってタイトルが意味がわかるようなわからんような。終戦でゼロどころかマイナスになった日本ってトレーラーで言ってた気がする。あと初代より前の時代に現れたってメタ的な意味でもマイナス。そういえば言ってた気がするが終戦でゼロってのも養分からんな。霊といえばこいつと考えてる人いるが。怪獣大戦争で、怪物霊、と呼ばれてて英語版でモンスターゼロと訳されてたからだがどうだろう。多分モンスター X もここからかな。このロゴをひっくり返すとギドラの頭に見える。からキングギドラが登場する可能性があるかもな。近いうちにキングギドラは 100% 出る。そのためのテスト映像がライドゴジラだったからな。あの人がビオランテになるのか。いたんだが俺はノリコのビオランテ代わりだと思う。ゴジラ細胞の真の恐ろしさを出せそうだし。そろそろめちゃくちゃ動くメカゴジラ見たいんだけど後天号でもいい。いいから新怪獣出せよな。国内シリーズはメガギラス以降20年以上新怪獣出してない。公式も募集するくらいには求めてるしな。今度は敵怪獣は出てくるかな。山崎監督が、ゴジラ対ヘドラのリメイクやりたいとも言ってたから、個人的にはぜひとも高度経済成長期を舞台にしてヘドラと激突するのが見たいが、もちろん、ゴジラの逆襲、オマージュでアンギラスでもいいけど、アンギラス出るのか。ゴジラの逆襲ネタだとしたら、飛行機ネタは少し触れてるしどうするんだろう。マイナス1世界は他の怪獣とか出てこなくてもいいかな。と思わなくもない。前作の G はそのままゴジラでは突撃する神殿。今度の G は祈る尻尾の生えた女性とオキシジェンデストロイヤーとかいう意見がある。-1のロゴは山崎監督が即興でデザインしてて特に深い意味はないはず。-1は初代オマージュというよりもなんかいろんな設定ついてるのが平成ゴジラって感じする。見た目だけならビオゴジのブラッシュアップっぽいしな。ゴジマイは戦後直後って舞台設定のアイディアと VFX 映像は良かったけど続編じゃもう戦後直後ってアイデアは使えないよな。自作の時代設定が気にかかる。初代ゴジラ公開年の1954年の設定にしてくる気がする。新キャラがメインになるとかっていう話もあるしまだまだわからんことばかりだな。舞台も不明だけど霊源点ってことは1954年になるのかな。初代と同じ1954年かねやっぱり。今ある情報からだとそんな気がするね。-0って要するにゴジラってことか。マイゴジ版芹沢博士とオキシジェンデストロイヤー来るか。プラス-0なら、原点イコール初代ゴジラとなるけど、-0にしているのには何か理由があるんだろうか。単に今の特撮技術で初代をカラーでリメイクします。ってのも安直だろうし、前作の続きになるのかな。初代リメイクとか見たくないんだが。心配しなくても初ゴジのリメイクなんかしないだろ。山崎本人が一番恐れ多くてやらんわ。前回は神風メインのストーリーだったが、原爆がメインストーリーに絡むのかな。今度は。続編だとしたら主要キャストはほぼ続投なのかな。国産ゴジラでメインキャラ変えず続きやったのは2ゴジくらいだがあれは最初から3部作構成だったし、迷子人時のキャラは放射能でみんなやられました。で一新してもいい。あんまり注目されない山崎監督の特徴として、子役を使うのが上手いというのがある。1954年が舞台になるなら、明子と敷島夫妻の実子の指定姉妹が話の中心になるという可能性もある。浜辺美波も出るんだろうし伏線も張ってるし楽しみ。前回の最後の最後で出てきた不穏要素がメインになるんだろうか。突然 G 細胞由来の怪獣が世界中で出現。とかになったら笑うけどさすがに作風は継続だろうしな。完全な続編になるんかな。浜辺美波や志木龍之介も出るのかな。のりこの G 細胞の話はやり出すと変な方向にしか行かない気もするのでスルーでもいい。まあラストが不穏な感じだし、
続編やるのは嬉しいけど、キャラのことを考えると正直続きが見たくないって気持ちもあるな。敷島の幸せを壊さないであげてくれ。あんま続編は出さないで欲しかったというか、綺麗なお話のままで眠らせて欲しかったというか、まだ続編と決まったわけじゃないけどエイリアン2さんみたいな、あんなに頑張ったのに全部なしになっちゃったじゃん、みたいなことになるかもしれないと思うと不安。-1は思ってたより100倍良かったけどあれ続編は何やっても打足にしかならんでしょ。最後の復活増殖シーンすら打足なのに、タイトルからして完全に続編だもんな。初代ゴジラの年が舞台だろうか。続編というわけでもないんだろ確か。このタイトルで前作無関係は無理だろ。海外からも続編期待されてそうだし。日本より海外の方が評価高いよな。なぜか。日本人から見たら何話説のテンプレみたいな話の構成だけど、むしろその辺は海外民には新鮮に見えるのはあるかもしれん。シン・ゴジみたいな意図的な定石外しの変化球は難易度が高いと思う。神殿とか接風を CG で忠実に再現したのが受けたな。なんだかんだ世界の人は日本の独自な兵器に興味やリスペクトがあるのではないかな。シン・ゴジと同じく続編作ったら台無しになるタイプだと思うんだけどな。あれ以上何をやるのか。怪獣対決。個人的には逆襲リメイクで平成ガメラみたいな、ドシリアスの怪獣対決ものみたいんだけど、このタイトルはその線なさそうだな。初代の年として-ゴジラから7年で復興できてるのか。広島だって8年で原原爆ドームが見えなくなるくらい建物たくさん建ったし、あんな大災害があったら各国が支援しないとバッシングひどそうだから。国力を削いだ上に自国のせいでゴジラが上陸しちゃったんだからアメリカはバックアップしないとダメでしょ。おいめすごそう。やっぱりゴジラは20世紀部隊でないとな。復活ゴジラの部隊が令和まで飛ぶんだろうか。性能差はあれどシン・ゴジとコウムルしないか。安野のシン、ゴジラよりゴジラ-1.0の方が成績上だったんだよな。シン、ゴジラが道を作ったとも言えるが。やっぱり-1.0の方がみんなが見たかったゴジラにより近かったからな。ただしシン、ゴジラの成功がないと絶対次の日本製実写ゴジラ作れなかったから足向けて寝られないのも事実。少なくとも日本でゴジラ撮らせたら最高の映像になる。これだけは今のところ覆りようがない。-1はゴジラ登場シーンの全てがクソかっこよかったからな。-0でビオランテ出てきたらもう、ゴジラシリーズで一番面白かった。こんなゴジラを見たかったが、全部詰め込まれてて、さらにその上を行ってくれた。次のレジェゴジが27年。同じ年に国産海外片方しか上映できない縛りあるからゼロは来年か28年。前作超える VFX 目指してるだろうし来年はまあ無理か。28年の11月3日は金曜だし公開日としては最適なんじゃない。3年後はさすがに遠すぎて笑う。続編は2026年は来年ハリウッド版の公開がないからさすがに来年公開じゃないのか？前作と同じ工数なら26年のゴジラの日に間に合いそうだが海外での上映期間の確保を考えるなら28年に上映するのがいいのかな。26年後半目指してるらしいからだいぶ急ピッチで作ることになりそうだから前作と見劣りしないかが心配。今の時点で公開日発表しないからあるなら年末かなとも思うが東宝の目玉はもう発表してるんだよな。アメリカのエンタメ業界誌の記事だけど、これによると-0はニュージーランドとノルウェーで海外ロケをして2026年後半に世界公開する予定とか。ゴジラ 0.0、茨城のロケ地が古いところだから多分 1.0 続編か同じように戦後の話の可能性はあるね。その上でノルウェーとかニュージーランドが出るっぽいのか。0.0 だし54年と仮定して当時の北欧やオセアニアってどんな世界なのかよく考えると詳しく知らなかった。前に茨城のロケ参加者募集した時は昭和のものが残ってる場所なんだけど海外ロケもあるんか。つか今回は前作より制作費増えるのかな？微増程度じゃないかな。安く作って大きく儲けるのが鉄則。海外ロケもするらしいから 1.5、2倍くらいにはなってるんじゃないか。全世界同時公開と気合入ってるし。